優しい日本語ニュースをお話しします。日本では赤ちゃんが生まれる数が毎年少なくなっています。2024年に生まれた赤ちゃんの数は72万人でした。これは2023年よりも約3万7千人少ないです。そして9年続けて一番少ない記録です。赤ちゃんが少ない理由はいくつかあります。赤ちゃんを産む年齢の人が少なくなっている。コロナの時に結婚する人が少なかった。子供を育てるのが難しいと思っている人が多い。日本では少子化が続いています。少子化というのは赤ちゃんの数が少なくなることです。国は子育てを手伝いますと言っていますが、赤ちゃんの数はなかなか増えません。日本では人が生まれる数より死ぬ人の数が多くなっています。2024年に死んだ人の数は161万人でした。これは今までで一番多い数です。生まれた人72万人、死んだ人161万人、その違い、約90万人も減りました。つまり、日本の人口は毎年減っているということです。1947年、1949年は、1年に250万人生まれていました。1971年、1974年も1年に200万人生まれていました。でも、今はどんどん少なくなっています。2007年からは毎年人が減るようになりました。2024年に結婚したカップルの数は約50万組です。これは少し増えましたが、まだ少ない状態が続いています。日本では結婚してから赤ちゃんを産む人が多いです。でも、結婚する人が少ないと赤ちゃんも少なくなってしまいます。日本では病院のお金がとても高くなるとき、高額療養費制度というルールがあります。この制度では、1ヶ月で払うお金に上限があり、それ以上は払わなくてもよくなります。例えば、大きな病気になって高い薬や治療を受けても、月に8万円までしか払わなくてもいいという制度です。政府は2024年8月からこの制度の上限金額を上げると言っていました。でも、それでは病気の人がお金の心配で治療を続けられなくなると、たくさんの人たちが心配しました。このような反対の声を受けて、政府は今年8月の上限金額の引き上げはしませんと決めました。つまり、2024年8月からも今までと同じ制度のままです。これを聞いて、たくさんの病気の人やその家族は、とりあえず安心したと言っています。政府は、ルールをどうしたらいいか、
もう一度考えます。秋頃までにしっかり決めますと言いました。病気の人の声も聞きながら、新しいルールについて話し合う予定です。SNS などでは、今回は良かったけど、これからまたルールが変わるかもしれない。まだ心配です、という声もあります。今、病院のお金がとても高くなっています。特に、新しい薬や高い治療を使うときは、患者さんのお金の負担が大きくなります。そのため、政府は制度を続けるために、少しルールを変えなければいけないとも考えています。3月8日は国際女性デーです。この日に合わせて、毎日新聞という会社が、日本の2083の会社を調べました。その結果、女性が偉くなるチャンスは、男性の4分の1しかないことが分かりました。会社で女性がもっと活躍できるようにするための女性活躍推進法という法律が2015年に始まりました。それから10年が経ちました。でも、女性が会社で偉くなることはまだ簡単ではありません。この調べでは、登用比という数字を使いました。これは、男性が偉くなるチャンスを1としたとき、女性のチャンスがどれくらいあるかを見る方法です。例えば、登用比が 0.25 なら、女性のチャンスは男性の4分の1ということです。この登用比を使って調べたところ、女性が課長やそれ以上の仕事に偉くなるチャンスは 0.24 でした。また、係長から課長になるチャンスは 0.37 でした。つまり、係長までは少しチャンスがあるけれど、それより上はとても難しいということです。仕事の種類によっても違いがあります。例えば、お金の仕事をする会社では、女性が係長になるチャンスは高かったですが、課長になるのはやはり難しかったです。物を作る会社では、係長にも課長にもなりにくいという結果でした。政府は、女性がもっと会社で活躍できるように、会社に女性が何人偉くなっているかを発表するように言っています。2024年からは、100人以上の人が働く会社がこの情報を出さなければなりません。関西学院大学の先生はこう言っています。会社は簡単に女性を係長にすることはあります。でも、もっと大事な仕事を任せる課長にはなかなかしません。女性が本当に偉くなるには、もっと人を育てたり、働き方を変えたりしなければいけません。今の日本では、夫と妻が一緒に働く家が増えています。だから、長い時間働くのが普通だったり、全国のいろいろな場所で仕事をしなければいけないというやり方は、見直した方がいいかもしれません。これから
女性がもっと働きやすくなる社会になるといいですね。最後まで見てくれてありがとうございました。来週もぜひ見てくださいね。日本では赤ちゃんが生まれる数が毎年少なくなっています。2024年に生まれた赤ちゃんの数は72万人でした。これは2023年よりも約3万7千人少ないです。そして9年続けて一番少ない記録です。赤ちゃんが少ない理由はいくつかあります。赤ちゃんを産む年齢の人が少なくなっている。コロナの時に結婚する人が少なかった。子供を育てるのが難しいと思っている人が多い。日本では少子化が続いています。少子化というのは赤ちゃんの数が少なくなることです。国は子育てを手伝いますと言っていますが、赤ちゃんの数はなかなか増えません。日本では人が生まれる数より死ぬ人の数が多くなっています。2024年に死んだ人の数は161万人でした。これは今までで一番多い数です。生まれた人72万人、死んだ人161万人、その違い約90万人も減りました。つまり日本の人口は毎年減っているということです。1947年、1949年は1年に250万人生まれていました。1971年、1974年も1年に200万人生まれていました。でも、今はどんどん少なくなっています。2007年からは毎年人が減るようになりました。2024年に結婚したカップルの数は約50万組です。これは少し増えましたが、まだ少ない状態が続いています。日本では結婚してから赤ちゃんを産む人が多いです。でも、結婚する人が少ないと赤ちゃんも少なくなってしまいます。日本では病院のお金がとても高くなるとき、高額療養費制度というルールがあります。この制度では1ヶ月で払うお金に上限があり、それ以上は払わなくてもよくなります。例えば、大きな病気になって高い薬や治療を受けても、月に8万円までしか払わなくてもいいという制度です。政府は2024年8月からこの制度の上限金額を上げると言っていました。でも、それでは、病気の人がお金の心配で治療を続けられなくなると、たくさんの人たちが心配しました。このような反対の声を受けて、政府は今年8月の上限金額の引き上げはしませんと決めました。つまり、2024年8月からも、今までと同じ制度のままです。これを聞いて、たくさんの病気の人やその家族は、とりあえず安心したと言っています。政府は、ルールをどうしたらいいか、もう一度考えます。秋頃までにしっかり決めますと言いました。病気の人の声も聞きながら、新しいルールについて話し合う予定です。SNS などでは、今回は良かったけど、これからまたルールが変わるかもしれない。まだ心配です、という声もあります。今、病院のお金がとても高くなっています。特に、新しい薬や高い治療を使うときは、患者さんのお金の負担が大きくなります。そのため、政府は制度を続けるために、少しルールを変えなければいけない、とも考えています。3月8日は国際女性デーです。この日に合わせて、毎日新聞という会社が、日本の2083の会社を調べました。その結果、女性が偉くなるチャンスは、男性の4分の1しかないことが分かりました。
会社で女性がもっと活躍できるようにするための女性活躍推進法という法律が2015年に始まりました。それから10年が経ちました。でも、女性が会社で偉くなることはまだ簡単ではありません。この調べでは、登用比という数字を使いました。これは、男性が偉くなるチャンスを1としたとき、女性のチャンスがどれくらいあるかを見る方法です。例えば、登用比が 0.25 なら、女性のチャンスは男性の4分の1ということです。この登用比を使って調べたところ、女性が課長やそれ以上の仕事に偉くなるチャンスは 0.24 でした。また、係長から課長になるチャンスは 0.37 でした。つまり、係長までは少しチャンスがあるけれど、それより上はとても難しいということです。仕事の種類によっても違いがあります。例えば、お金の仕事をする会社では、女性が係長になるチャンスは高かったですが、課長になるのはやはり難しかったです。物を作る会社では、係長にも課長にもなりにくいという結果でした。政府は、女性がもっと会社で活躍できるように、会社に女性が何人偉くなっているかを発表するように言っています。2024年からは、100人以上の人が働く会社がこの情報を出さなければなりません。関西学院大学の先生はこう言っています。会社は簡単に女性を係長にすることはあります。でも、もっと大事な仕事を任せる課長にはなかなかしません。女性が本当に偉くなるには、もっと人を育てたり、働き方を変えたりしなければいけません。今の日本では、夫と妻が一緒に働く家が増えています。だから、長い時間働くのが普通だったり、全国のいろいろな場所で仕事をしなければいけないというやり方は、見直した方がいいかもしれません。これから、女性がもっと働きやすくなる社会になるといいですね。